な。絶対しています。おはようございます。今日はなんと2人パパと息子くんの寝室へやってまいりました。はい、ということでこのネタが分かった方は僕と同世代です。改めましてこんにちは、2人パパのみっつんです。今日はですね、2人パパのうちの朝のルーティンをご紹介します。基本息子くんは自分のベッドで寝てるんですけど、夜中に隣にパパがいないって気づくとのそのそとパパたちのベッドへやってきて一緒に寝たりしてます。そして大体リカパパが一番早起きで、その次にミツパパ、そして息子くんっていう順番ですね。朝一ですることは、お湯を沸かすことですね。そしてこの日は前の日の洗い物を少し残しちゃってたので片付け始めてます。幼稚園のある日はなかなか起きてこないんだよね、こいつ。そしてさっき沸かしたお湯はコーヒーのためでもあるんですけど、それプラス白湯、って言っても時間がない時は冷まさずに水で薄めたぬるま湯ですねを一杯飲むことにしています。お湯をちょっと冷ます間にコーヒーの準備してます。うちはフィルターコーヒーをよく飲んでます。そしてコーヒー入れてる間に僕は白湯を飲んでます。そしてうちではですね、ちょっと多めに入れたコーヒーを魔法瓶に入れて取っておきます。特に最近はね、家で仕事したり勉強したりしてるので、飲みたくなった時にちょっとずつ一口ずつ飲めるようにって感じですね。で、これは今洗ってで、これは朝食用のやつですね。今はだいぶ朝の光が入るようになったので随分起きるのが楽になりましたけど、冬はね本当に朝でも真っ暗なので、やっとこの季節来たーっていう、そんな感じです。息子くんはですね、こうやってお家で朝ごはんを食べる時もあれば、幼稚園で食べさせてもらう時もあります。その日のパパたちのスケジュールによってですね、早めに送っていく時は幼稚園で、そうじゃない時はお家で食べるっていう、そんな感じですね。今日の朝ごはんはパパたちはパンにトーストにバターチーズをのせたもので、息子くんはこっちではフィーって呼ばれてる、ヨーグルトみたいなものにオーツ麦のシリアルを入れたものでした。日によってグレートって言ってオーツ麦のお粥を作って食べたり、スムージー作ったりなんかもしますね。そしてパパたちは、確実にコーヒーを一緒に飲んでますけど、息子くんはジュース一緒に飲んでますね。このヒゲやべえな。そしてお着替えなんだけど、これが本当にもうね大変。リカパパがやるの？いや。この日も一応僕が最初は着替えをしようとしてたんですけど、さっき息子くんが言ったようにあっさり拒否られて、
リカパッパが指名を受けました。まあでもこれも日によってまちまちで、こうリカパッパが着替えさせようとすると、こう逆に僕の方に助けを求めてくるみたいな感じで、なんかいちいち抗いたいみたい。そしてこうリカパッパが着替えをしてくれてる間に、僕は軽く部屋を片付けたり、まあ、こうやって部屋の植物たちの水やりだったりとか、こうスプレーですね、かけたりしてます。まあ、天気のいい日はだいたい毎日こうスプレーして、こう水やり自体はまあ週に 1,2 回かな、こう土が濡れてるかどうか確認しながらやってます。まあ、それで寝室に置いてあるプラントはちょっと日に当たりにくいので、まあ、たまにこうやって毎日じゃないんですけど、日に当たるところに持ってきたりしてます。で、幼稚園に送っていくのはその日によって違うんだけど、まあ、この日は僕が送っていく日だったので、リカパッパが着替えを担当してくれている間に僕は自分の支度をしてます。いやでもね、こうリカパッパが本当に上手で、こう無理に着替えさせようとすると嫌がるので、こうそうせずにこう適当に作った物語をこう口で話し始めるんですよ。でそうすると息子くんがその物語に気を取られて、着替えが上から下までできちゃうっていう感じですね。この時もね、こうずっと何かお話ししながら上着着させてますね。そうだね、だからこうやって片方が息子くんの相手してる間に、もう片方が出かける準備するっていうのが、まあ、なんとなくこう決まってきた感じかな。まあ多分今僕はこう幼稚園に持ってくカバンの準備だったりとか、自分の着替えとか、歯磨きしてるね。で、まあ、もちろん息子くんもこの合間に歯磨きはさせてるんだけど、まあ、そして自分も靴履いてみたいな感じで、まあ、準備身支度してますね。そう、これももうエレベーター来たって言ってるのになかなか出てこないからさ、早く来てほしいんだけど、いやもう本当に一筋縄ではいかないよね。毎日毎日。そして自転車で行く時と車で行く時とあるんですけど、今日は車でしたね。何？嘘、多分入ってるよ、カバンの中に。本当？そんなこんなで幼稚園到着です。はい、そしてお家へ帰ってきました。日によっても違うんですが、たまに外に出てカフェとかで仕事や勉強する時もあるんですが、この日はね、お家でやるっていうことにしてました。そしてこの頃にはもうリカパッパはお家で仕事始めてますね。あんまりうちは広くないので、寝室の片隅でデスクを置いて仕事してます。でもう片方はキッチンでダイニングでパソコン開くって感じで、僕自身はこの日はお勉強の日だったので、スウェーデン語のクラスを取ってますね、リモートで。こんな感じで僕らの一日、平日ですよねは始まります。
コロナの影響が割と少ないここスウェーデンではあるんですが、世界中でねこれを見てくださってる方の中で大変な方多いと思います。この動画がちょっとした気晴らしになってもらえたらと思います。はい、ということで今日の動画はここまで。高評価ボタンとか、あとチャンネル登録まだの方はぜひクリックしていただけたらと思います。嬉しいです。それではまた。ヘイドー。